Hola, amigos. 今回はチリの国内線でサンティアゴ空港に到着し、市内のホテルへの移動についてご紹介します。前回、カラマ空港からラタム航空でサンティアゴ空港に到着した私たち。今回はサンティアゴ空港から市内への移動方法についてご紹介します。プライオリティパスで利用できるレストランがたくさんあるんですけれど、サンティアゴもタイトなスケジュールで回るので我慢我慢。プレミアムシートなので荷物もプライオリティで出て待ちません。空港からは路線バス、リムジンバス、シャトルバス、地下鉄もありますが、4人いて急ぐのでタクシーかウーバーかハイヤーから選択します。アイラブチリとタクシーカウンターが出口前にありました。ありました。LA157 カラマからの便は預け入り荷物をこちらで受け取ります。預け入れて荷物を待っているとサンティアゴ空港の歴史を紹介するコーナーがありました。へえ、1968年開港のようです。飛行機マニアなので嬉しいです。ランドサイドに出ましたが、いやー、都会に来たって感じです。ネットでウーバーを行こうのような昔の記事を見てとりあえずパス。タクシーは時間がないのにぼったくりと揉めるのも嫌だったので、少々高くてもカウンターでハイヤーを頼むことにしました。あれかな、34US ドル5000円ほどでしたが、4人なので気知らず時間重視。レフランスコートの真面目なドライバーさん、重い荷物で申し訳ない。バス移動の方はこのトルボスカ・セントロプエルトを利用します。タクシーはぼったくり、地下鉄は釣りが多いのでバスがいいかも。帰ってからとかでも全然いいんだけど、冬にからの工程表みたいなやつ。ここからはボリビアウユニ滞在感想の話。あのパンフレットさ、間にちょいちょい写真挟んだらもうちょっと集客につながるパンフレットになるんじゃないかっていうのは感動は薄れちゃうかもしれないけど、まあね、
やった方がいいね。なんかね、文字量に圧倒されすぎて、小高でいいや。でも小高でいいんそうね。小高家って小高に行けばいいんだけど、そういう人じゃない方がいいんだろうと思うんだけど、なんかでも工夫はしようがあるよね。で、なっちゃいがちだよね。で、予定も日本人たくさん取れない人が多いからさ、社会人ね。家が取れちゃって。コスタネラノルテ高速道路でどんどん進みます。ちゃんと仕事につけるね、普通に暮らせそうですよね。できるっていう。ちなみに他にご興味は？この辺ってさ、治安がいいの？高級のエリア。入りかけぐらいかな。街は洗練された都会の印象で、ここプロビデンシア地区は治安も良さそう。でもそうですね、やっぱり。とりあえず昼間なんか全然。南米旅行のノウハウ52、サンティアゴ空港から移動編。現在ウーバーは普通に利用できました。地下鉄はスリが多く、バスはターミナルからの移動、タクシーはボリ。わずかに高くてもタクシーカウンターで手配が時短で正解。クラス的に人気のお金がいるね。そうかもしれない。そうで物を売ってる人いないもんね。今までの国だったらさ、ジュースだったりさ、ね、バナナだったりモールじゃないのか。モールかと思ったら違った。ロッキングボールみたいなのあるんだよね。若干塀が高いね、やっぱりね。何嬉しくないのか。チームのものがベターなチリワインぐらいだったら俺。警察が来るとか。プロビデンシアというおしゃれな郊外の地区でとっても上品なホテルです。
今回は女子の要望でローカルで食事もいいホテルにしました。回して半分戻すタイプか、最後にカチッとするタイプか、なんとか開きました。少し狭いですがコンパクトでテラスもあり上品なお部屋でした。テラスのあるお部屋にしましたが、夜は車の音も気になりません。シンプルですが一つ一つが新鮮そうな朝ごはんです。何食べようかな。フルーツ盛りだくさんでパンも美味しそう。ヨーロピアンな感じです。この部屋冷房入れてないんだけど、すごいね。暑くなかったね。冷房切っちゃったから。むしろ寒い。あ、写真撮ろう。チーズとハムのホットサンド、フルーツが美味しくて大満足でした。ちょっと遠かったね、多少ね。朝のホテル前です。とても静かな高級住宅街といった感じ。2泊目の朝も同じ朝食でしたが新鮮で美味しいので大満足。とっても健康的な朝のチリサンティアゴでした。なんだかサルサロマンティカの音楽が流れてくるなと思ったら、隣がカリーバリオレストランテというペルー料理店でした。それじゃね。